ようこそ薬剤師のオフィスへ管理人のハーフィーです。本日は動画をご視聴くださり誠にありがとうございます。で、今回の動画の内容なんですけれども、最近ですね、世間を賑わせているはしかについてですね、お話しさせていただこうかなと思います。別名これマシンとかって呼ばれたりしますね。で、今から皆様に対してですね、はしかの知識を僕なりにめちゃめちゃですね、解説していくんですけれども、これ全部やってると、動画がですね、長尺になってしまう恐れがありますので、今回の作品は2部作成とさせていただきます。最初の1部作目、この動画でですね、はしかの原因ってそもそも何っていうところから始まって、はしかにね、どうやったら感染しちゃうのっていうお話をさせていただいた後に、じゃあ万が一ね、はしかに感染してしまって、症状を発症してしまうと、どのような症状が現れるのかっていうところをお話しさせていただこうかなと思っております。で、動画の後半2部作目ではですね、はしかに使われるですね、お薬を説明させていただいた後に、はしかっていうのは特にですね、妊娠を希望されている方に対して注意が必要な疾患になってますので、その方々に対して対応策もね、僕なりにですね、提案させていただこうかなと思っております。この動画の目標はですね、少しでも見ていただけた方々のはしかのですね、感染率を下げることを目標としておりますので、全力でですね、動画を作っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ということで、本日もタフに行きましょう。はい、それではね、まず、はしかの原因ってそもそも何なのっていう話ですが、これね、まず結論を申し上げますと、ウイルスになります。で、皆様これ勘違いされてる方結構多いんですけれども、ウイルスと細菌って全然違うんですよ。これはね、また別の動画でお話しさせていただこうかなと思いますが、ウイルスっていうのはそもそもですね、動物であるとか、人間であるとか、何か生命体に感染しないと自分の子孫を残すことができないですね、生き物、または物質なんですよ。そもそも生き物か物質かっていうところも、まだ結論がついてないところで面白いところであるんですけれども、とりあえずウイルスっていうのは、何かに感染しないと自分の個体数を増やせないものっていうのをですね、皆様認識していただければなと思います。じゃあこのね、はしかのウイルスの感染様式に移りますが、どういう感染をするのかっていうと、空気感染っていうのをします。で、ここで皆さんね、空気感染でいくと、空気吸い込むだけで感染しちゃうのって思うじゃないですか。これまさにその通りで、はしかっていうのは感染力のめちゃめちゃ高いウイルスが原因になっている疾患なんですよ。じゃあここでね、はしかのウイルスってどれぐらい感染力強いのっていう話で、インフルエンザウイルスと比較させていただくんですけれども、インフルエンザウイルスの感染様式っていうのは、はしかのですね、空気感染に対してですね、飛沫感染っていうのがですね、主流になってきます。で、飛沫感染っていうのは、大体ですね、1、2メーターぐらいの距離で、くしゃみであるとか、咳をしてしまうと感染するリスクがあるっていうことですね。で、空気感染っていうのは、1、2メートルじゃない、もっとね、離れても、感染が成立してしまう。これね、約数十メートル以上と言われてるんですけども、例えば、インフルエンザウイルスがですね、この距離だったとしたら、空気感染っていうのは、僕はね、こんな隅っこで、こうやってね、咳をでしただけでも、今ね、カメラでご覧になっている皆様はですね、感染してしまうリスクがあるっていうことなんですよね。なので、空気感染っていうのは、とりあえず感染力がえげつないよっていうことをですね、覚えていただければなと思います。そしてですね、さらなる感染力の仕様として、一人の感染者が何人の方々に感染させてしまう恐れがあるのっていうですね、指標があったりするんですけれども、これインフルエンザウイルスがですね、一人か二人なのに対して、マシンですね、はしかウイルスがですね、これ5人とか、十数人になったりするんですよ。めちゃめちゃこっからもですね、はしかのですね、ウイルスっていうのは感染力が高いっていうことがわかりますよね。はい、ここまでね、はしかの原因っていうのはウイルスで、そのウイルスっていうのは、とりあえずですね、感染力がものすごく強いやばいやつだよっていうのを皆さんお分かりいただけたかなと思います。で、ここで考える方いると思うんですよね。でもどっちもマスクしてれば一緒じゃないって思う方いると思うんですけれども、これがね、全然違うんですよ。っていうのも、先ほど説明したインフルエンザウイルスの飛沫感染っていうのと、はしかのですね、空気感染っていうのは、感染につながる物質の大きさがですね、違ったりするんですよ。飛沫感染っていうのは、感染している人の咳とか鼻水をかぶってしまって、それを吸い込んで、することによって感染を起こしてしまいます。これどういうことかっていうと、ウイルス粒子にですね、皆様の唾液であるとか鼻水、ちょっとね、汚い話になって申し訳ないんですけども、体液の中にですね、ウイルス粒子が入ってて、それを吸い込んで感染することになるんで、ウイルス粒子の大きさ、プラスですね、その体液の分、かさが増してるわけなんですよ。で、この傘が増してると何が起こるかっていうと、マスクでですね、トラッキングすることができるんですね。対して、はしかのですね、空気感染っていうのは、先ほど僕ね、ここで咳をしたと思うんですけれども、ここについた僕の体液が
気温によって蒸発してウイルス粒子がふわっとね浮き上がりますよね。でこのふわっと浮いたウイルス粒子を吸い込むことによって感染します。ちなみにこのウイルス粒子のみのですね大きさだと不織布のマスクであってもですね素通りしてしまうくらい小さいですね粒子になりますので、マスクをしていても感染力っていうのはですね空気感染であるはしかのウイルスの方が高いっていうことになります。はい、ここまでですね、はしかの感染力の高さについてですね、お伝えさせていただきました。いかがだったでしょうか。結構この話を聞くとですね、はしかって怖いなって思いますよね。で、この動画の最後にはなるんですけれども、万が一ね、はしかに感染してしまって発症してしまうと、どんな症状が現れるんだろうっていうところを、解説していきたいなと思います。で、このですね、説明をしていく前に、感染と発症の違いをですね、皆様に分かっていただきたいので、お伝えします。僕がですね、ウイルスに感染するとしてお伝えさせていただくと、まず感染っていうのは、僕に対してですね、ウイルスが住み着く、寄生するみたいなイメージでいいんじゃないかなと思います。で、発症っていうのは、僕にウイルスが寄生してね、僕の体の中でウイルスがね、個体数を増やすんですよ。自らの子孫を増やして、ある一定のね、数を超えた時点で、僕に対してですね、害のある症状を示し始めます。例えば、熱が出たり、咳であったりね、鼻水が出てきたり。で、この臨床的な症状、人間に対して害のある症状が現れるっていうのが発症になります。で、これが感染と発症の違いなので、これをですね、認識していただいて、次、症状の話していきたいなと思います。で、はしかの症状はですね、二相性と言われていて、症状がある期間が、1週間から10日ぐらいですね、あったりするんですけれども、この間にですね、2回症状の波が来るっていうのが、はしかウイルスのですね、発症した時の特徴になりますよと。で、まず、はしかのですね、感染してからの期間っていうのは4つのですね、区域に分けられていて、潜伏期間、語る期、発疹期、回復期っていうのにですね、分かれております。潜伏期間っていうのは先ほどお話しした、感染してから発症するまでの期間、なので、無症状の時ですね。体の中にウイルスはいるんだけれども、症状を荒らしてない期間っていうのが、潜伏期間で、これが約10日間ありますよと。で、これを経た後に2相性のうちのですね、1相目、語る期の症状がですね、出てくるんですけども、これはですね、38度から39度の熱が出てきたりですね、それこそ咳であるとか、鼻水が出たりしますよと。で、そのね、熱とか咳とか、風邪の症状が出た後に、語る期って2、3日くらいあるんですけれども、最後の方にコプリック斑っていう、はしかに特徴的なですね、症状が現れます。で、このコプリック斑って何かっていうと、このほっぺたの裏側、口の中に白いプツプツの斑点みたいな症状が出てくる。これがコプリック斑って言われていて、この症状があると、大体これはもうはしかだなっていうね、診断的価値があるですね、症状になってきます。コプリック斑が、皆さんね、見つけたら、これ病院に行こうって思うじゃないですか。これダメですよ。さっき説明したようにですね、はしかっていうのは感染力がえげつないので、しかもこのコプリック斑が出てる時が一番ですね、感染力が高い、時間になりますので、安易にですね、すぐコプリック斑が出たからといって、クリニックね、行くのは避けてくださいね。医療機関に電話した上でですね、指示に従っていただければなと思います。はい。では話戻りましてですね、で、そのコプリック斑っていうのは、結構ですね、すぐなくなります。語る期の最後ら辺に出てきて、もうね、1日2日ぐらいでなくなっちゃうんですけれども、次に発疹期に行きたいと思います。で、この発疹期っていうのは、語る期よりもちょっと期間が長くて4、5日ぐらい、続きます。語る期が終わってコプリック斑がですね、消えてくると、それに従って38度から39度あった熱がですね、少しずつ下がってくるんですけれども、発疹期に入ると、もっとね、熱が上がって40度くらいになるんですよ。これかなり辛いと思いますよね。だって最初にさ、38度9度のさ、熱でさ、一旦下がったと思ったらまた40度の熱出るんだぜ。めちゃめちゃきついよな。で、この発疹期、この名の通りですね、めちゃめちゃ高い40度の熱と体にブツブツができます。で、このですね、発疹のブツブツっていうのは最初にですね、顔に出てきた後に、それ融合性発疹って言って、これ全身にですね、下に広がっていくんですよ。
このようなね、全身への発疹と、あとはですね、40度ぐらいの高熱っていうのが発疹期の症状になりますよと。で、このですね、辛い期間を経た後に、最後にですね、体調が戻っていく回復期っていうのがあるんですけれども、この回復期の時に、発疹期で出た発疹っていうのが消えていくわけなんですけれども、跡が残っちゃうんですね。で、この発疹の跡が残るっていうのはちょっとね、不安になるかと思うんですけれども、この発疹のね、色素沈着っていうのは1、2週間すると、なくなって元のね、肌になる可能性が非常に高いので、ご安心くださいとお伝えさせていただきます。こちらで症状に関しては以上になりますが、皆様いかがだったでしょうか。今回の動画をですね、簡単にまとめさせていただきますと、はしかの原因はウイルスで、そのウイルスっていうのはマスクをですね、素通りしてしまうぐらいものすごい感染力があるよってこと。そして、はしかの症状は4つの期間に大きく分かれておりまして、潜伏期、語る期、発疹期、回復期に分かれていますよと。で、症状に関しても波があって二層性を示します。中でも、語る期の中で起こる、ほっぺたの内側に白いプツプツがあるコプリック斑っていうのが、確かにですね、特徴的な症状なんだなっていうのを皆さんは覚えておいていただければなと思います。ちなみにですね、一生のうちに1回でも確かにですね、感染してしまって発症してしまった方々に関してはですね、終戦免疫といって、抗体を得ることができます。その後にですね、もう一度はしかに感染してしまったとしても、一生ですね、はしかを発症することはないとされていますので、これはですね、唯一の朗報とさせていただきまして、今回の動画終了とさせていただきます。次回の動画はですね、またはしかに関してなんですけれども、はしかに使われるお薬、そしてはしかにですね、特に注意していただきたい妊娠を希望されている方々にですね、向けた動画、提供できていけたらなと思いますので、応援よろしくお願いします。ということで、本日の動画いいと思っていただけた方、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。お疲れでした。하다못해 커피 한 잔에 스무디 yeah 먹는 걸로 쌓인 스트레스 모두 풀